皆さん、こんにちは。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむにむです。今日は8月11日火曜日、山の日ですね。日本人は自分から休暇を取りづらい会社の奴隷みたいに扱われている民族なので、国がこの日は休めと強制的に休日を作ってくれているわけです。非常にありがたいですね。うちの会社は祝日も出社。残念やね。転職したら。さてさて、ガキどもはそろそろ夏休みの折り返し地点ですね。宿題そろそろ手つけないとダメだぜ。歯磨きカレンダー以外の宿題をやったことないアージが言うと説得力も違うだろ。ということで USJ も行楽シーズンとなりますが、年間パススタンダードはなんと23日まで全部除外日なんですね。金をケチったやつに食わせるエンタメはないというわけです。USJ では水かけイベントがスタートし、非常に賑わいを見せてます。しかしこれらのイベントも8月末には一斉に終了します。先日、夏が始まったと思ったのにもう終了なのか。年寄りになると時の流れって本当に早く感じるんすね。夜はショーも開催しますが、まだ体験できてないんすよねとほほ。さて、ただいまの時刻は9時10分。今日も京都テクッソ遠い保安検査場に向かいます。朝の保安検査場の様子はこんな感じです。あれ、こっちはガラガラっすね。ということは、もう入場作業は大体完了しているようです。では入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。なぜそこまで顕著に違いが出るのかは不思議ですが、まあ今はもう入場作業も完了してるので、ゲートは右側しか開いてませんけどね。9時20分、インパしました。この日の実際の開園時間は8時。公式の開園時間も8時なので、フライングはしていません。最近はもうフライングしなくなりましたね。さて、整理券ですが、任天堂はなんと配布していません。今日もか。任天堂の整理券は、だいたい開園から30分ほどで配布スタートします。なので、今も配っていないということは、今日は配布しないかもしれません。フリーレンの整理券は最速で11時15分でした。これを気にしてる人はもういないでしょうが、一応報告です。では、スマホアプリで混雑度の推移を見てみましょう。夏休みが始まった7月20日以降、若干混雑はしてきていますが、特筆するほどではないですかね。任天堂エリアなどの遠方ゲストに人気のスポットは混み、逆に昔からあるアトラクションは30分とか40分とかで乗れる感じです。ただ盆休みであることを考えると、任天堂エリア以外は空いてるんですよね。地元民はあまり来ていない日の典型例です。一方で外国人など遠方客は増えているようで、任天堂エリアは夏休み以降、さらに混んでます。むしろ地元民ってもう任天堂エリア行くのだるいって人も増えてきてますよね。あんな狭いエリアでぎゅうぎゅうなんて真っ平ですね。今日の大阪の最高気温は 31.8 度。数字だけ聞くと暑く感じるでしょうけど、湿度とのバランスが良いのか、結構快適な日となっています。ではちょっと、プロダクションセントラルの様子を見に行きましょう。そうそう、8月は期間限定アトラクション終了ラッシュで、例えばこの呪術廻戦も8月18日で終了なんすよね。いつも思うんですがこの出口で流れてる不自然なほど絵文字でのみ表現されている LINE メッセージっておそらく米国進出を見据えてのものだと思うんですけどどうなんでしょう。米国人が楽しめるほど面白いアトラクションでもないですが、まあそんなことはどうでもよくて、年間パスセンターではジオラマギャラリーの第3弾が7月30日から9月まで展示されています。今回の展示内容は1998年に作成されたハリウッドエリアの検討用模型とハリウッドドリームザライドの模型ですね。ちなみに動画撮るの忘れました。個人的には8人乗りデロリアンの模型の展示を熱望していたので、正直ちょっと肩透かしでもありました。でも貴重な展示なのでぜひ見に行ってね。ちなみにクローズは16時と意外と早いです。あれ、よく見ると昔テレビプロダクションツアーで使っていた Q ラインで工事をしていますね。ここは以前はモニターなんかもありましたが、今ではすっかり何も使ってませんけど、もしかしたら新しいホラーメイズとかで使うのかな。ではドクは来てくれますかね。10時45分、デロリアンの前にはシートは設置されていませんでした。ありゃりゃ、そりゃ3年。というのもこちらのグリーティングは開催時間は未定なものの予測自体はできる判断材料がありまして、この床のシートが設置された15分後にグリが始まるという決まりがあるんですね。なので今は設置されていないのでしばらくは来ないみたいです。では手始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。9時45分時点での Z ライトの待ち時間は25分でした。25分こりゃ乗らなきゃ損やね。ということで通常列で並びます。だってシングルで並ぶとアージのようなきしょいやつは煙たがられるんですもん。ところで Z ライドも8月17日までですね。なんだろう、オリジナルのスペファンが好きな人には大変申し訳ないんすけど、あれってなんか雑なアトラクションじゃないですか。何の脈略もなくいきなり太陽を救おうとかいうストーリーだし、元が結構ひどい作りなので、相対的に Z ライドの方が USJ らしい気もしちゃうんすよね。まあこういう山岡藩のあゆみたいな褒め方は良くないか。いずれにせよ Z ライドは本当に楽しいのでクローズするのは名残惜しいです。ちょうど20分で乗り場までやってきました。ありゃ、シングルライダーは誰もいなかったんですね。ということは足一人で貸し切りか。周りの目も気にせず楽しめるのでそれはそれでいいですね。ズボン脱いでチンコでも出しちゃいましょうか。
乗ってきました。出口にある Z のサインも忘れず取っておきましょう。アトラクションを出ても、まだ25分待ちのままですね。ちなみに9月11日からはホラーナイト企画として、貞子ライドにまた転用されます。USJ の社員ってほんとスペファン嫌いなんやな。産んだくせに育児しないとかネグレクトかよ。ここで、スタジオスターズレストランの工事に進展があったので、お知らせします。長らく囲いをして土を掘り返してるだけでしたが、塀が高くなりましたね。ここにはレストランの新しい建物が増築されると思います。入り口から見て右側のエリアはトイレを境に壁が設けられて完全に封鎖されています。最近になって建物が建設中であることが明らかになりましたが、おそらく増築で間違いないでしょう。既存の建物とどうやって合体させるつもりなのかは謎ですが、どんな内装になるのか楽しみっすね。お、欅ロードからミストが出てますね。USJ は熱中症対策にかなり力を入れていて、これもその一環ですね。ただですね、正直な感想を言わせてもらうと、これ大して涼しくはないです。個人的には、アニメセレブレーションの出口の休憩スペースをおすすめします。ただ昼になると満員状態ですけどね。避難民が多すぎてベンチは全て埋まってるし、床で座ったり雑魚寝したり、こんな床絶対雑菌だらけだと思いますけど、いずれにせよ外で過ごすよりはマシです。イルミネーションシアター前ではミニオンの映画最新作に合わせ、食事と写真が撮れるスポットができました。エロい姉ちゃんはぜひ撮ってください。ちょっとショップを覗いてみましょう。ユニバーサルスタジオストアには珍しくワンピースの特設ブースがありました。あれ、あまり見たことない光景ですね。理由は後で言いますが、ポケモンのイベントは現在パレードくらいしかやってませんが、売り場はどこも電気ネズミどもだらけです。確実にスパイダーマンの後釜にこいつらを招こうという下心が透けて見えます。マリオカートのマリオとクッパのトミカですが、最近レインボーロードの土台が付属しまして、2500円で販売されるようになりました。なかなかお買い得やん。と一瞬騙されましたが、よく見たら各2500円ですね。2つで5000円か。ガキの誕生日プレゼントにしては値段の割にスケールも小さいのでなんとも微妙なラインのグッズです。お向かいのビバリーヒルズギフトでは、マンホールのマグネットとキーホルダーが売っていました。最近 USJ は大阪のマンホールを自社のものにしてるんですよね。まあ何気にあーしはまだ実物を一つも見かけてませんけどね。それをグッズ化したというわけです。デザインが複数あって可愛いっすね。全部揃えようとしたら財布がオケラになりますが。そうそう、例年だとワンピースはビバリーヒルズギフトで販売してるんすけどね。今年はなんかユニバーサルスタジオストアでのみ扱うみたいです。レジカウンターは何やら工事をしています。セルフレジに変えるのかな？ 25 周年限定の T シャツは以前来た時は売り切れていましたが、また販売を再開していました。今はジュラシックパークとジョーズしかアトラクション残ってないんすよね。時代の流れとは恐ろしいものです。ではハリドリに乗りましょう。11時05分時点の待ち時間はバックドロップが55分、フォワードは40分でした。ハリドリにしては空いてますかね。では久しぶりにバックドロップに乗りましょう。ハリドリは断線フォワードの方が面白い異論は認めないのですが今は USJ25 周年記念企画がありまして、バックドロップでは11月30日までオンアワーウェイが聴けるんすね。あーしこの曲大好きなので、しぶしぶバックドロップに乗りましょう。はい、最後尾はこの位置でした。ここが最後尾なら、あと2分で乗れるじゃん。皆さんそう思うでしょうけど、どっこい。バックドロップって一大運用なので、回転率が恐ろしく悪いんですね。なのでずっとここで待たされます。唯一の救いは植栽がベンチの代わりになることくらいでしょうか。日差しガンガンで暑いですが、しばらく待ちましょう。もう、凄まじく遅いペースで、ゆっくり屋内に案内され、11時40分やっと乗り場に来ました。つまり、55分待ち表記で、実際には35分で乗れることにはなります。あれなんか奥に、セサミストリートのエリアが見えますね。っていうか、更地になっとるやんけ。後で様子を見に行きたいっすね。はい、乗ってきました。いや、オンアワーウェイは、やっぱり良い曲ですね。余韻に浸ろうと YouTube で検索したら、なんと13年前の曲と知って横転しました。なんか最近、すごい年取った気分やわ。では、ワンダーランドの様子を見てみましょう。さっきのコーチの進捗も見たいですしね。ランチタイムのバックロットカフェはこんな感じ。やっぱり屋内のスペースは混んでてテラス席とかいうコミカスエリアはガラガラですね。こんな暑い時期に確かに使いたくはないです。一番人気の観戦屋内のスペースもほとんどの席が埋まってます。あ、飛行機の席がちょうど空きましたね。アーシが使わない時に限ってすくんだからもう。USJ は夏の暑さをしのげるスペースが本当に少ないですが、スヌーピースタジオは数少ない避暑地スポットでしょう。自由に利用することが可能なエリアは貴重です。12時時点のフライングエースの待ち時間は35分。このコースターは1台運転の上、1回で乗せれる客の数も高が知れているので、おそらく嘘偽りなく、本当に35分待つと思います。予約乗りとか使いたいですね。では、さっきから気になっているセサミエリアへ。相変わらずエリアは非常に高い塀で封鎖されています。上の方に少し建物の外壁が顔を覗かせていますね。
いずれこれも見れなくなるでしょう。あ、キティ猫とその彼氏猫やんけ。まあ実はキティって猫じゃないらしいですけどね。その証拠にキティはペットの猫を飼ってますし。話を戻しましょう。セサミストリートのエリアを上から見るとこんな感じです。裏はもう何にも残ってないですね。スケートボードに至っては半日くらいでスクラップにされたらしいです。ビッグトップサーカスも何もかも全て更地になっています。もはや残っているのはほんの一部の施設だけですね。果たしてここが今後どう化けるのか注目したいです。では引き続きパークを回ります。一旦ハリポタはスキップしましょうか。後で寄りますけどね。ハンギングシャークでは撮影スタッフはおらず自由に写真が撮り放題でした。任天堂エリアとか他のスポットにもいなかったんですよね。暑いからでしょうか。あ、ジョーズさん、今日もかわいいちっちゃいでは、ジョーズの待ち時間を見てみましょう。12時15分、時点のジョーズの待ち時間は40分でした。米国人は、ジョーズにいつでも乗れる日本人が羨ましいことでしょう。我々日本人は、ET が恋しくて仕方ないですが。USJ 情報局。LCA Studios. USJ, kanji, I don't know. LCA Studios. では、任天堂エリアに行く、と見せかけて、ウォーターワールドの12、55回を見に行きましょう。ウォーターワールドでは、6月29日から8月31日まで水かけを増量する特別演出となっています。まだ12時25分なので、公演まで30分もありますが、並んでおきましょう。実は、ウォーターワールドの公演時間は、本編の開始時間を指すため、前節は含まれていません。つまり、ヘレンがやってくるシーンが公演時間なわけで、かなり余裕を見て並ばないといけないんすね。それにしても暑いっす。Q ラインではジュラシックパークから引っ張ってきたカートでフローズンフルーツも売ってます。あーしは近く過敏なのでこういうの食べれないです。ではしばらく待ちます。いつも思うんすけどこの要塞一回住んでみたいですよね。多分1時間で嫌になるでしょうけど。ということで12時36分、シアター内の案内がスタートしました。早くないっすか？まあこんな地獄みたいなところで待つのは真っ平ですが、こういう感じでウォーターワールドって意外と早く入場開始するんで、そこは注意したいですね。ということで青色席を確保しましょう。ここはもともと茶色の席、つまりおおむね濡れない席でしたが、今は青色席になっています。一番最前列はピンクのシートとなっており、ここはえぐいほど濡れるそうです。あれ、なんか奥でめちゃくちゃ気になるものが見えますがまあ一旦スルーします。では前節が始まりました。もう前からも水をかけてくるし、後ろからもかけてくるし、全然油断はできません。カメラとかは絶対に防水加工しないと確実に壊れる水量っす。で、うぎゃー。何しやがるこいつ。いや、水量をアップしてるということもあって、もうバケツ持ったキャストさんがそこら中にいるんすよね。はい、ということで見てきました。今年の夏は期間限定で、ショーが終わった後も水をかけてくれます。これはマジでえぐいほど濡れるというか、服のまま湯船に入ったくらい濡れるので、かなり覚悟は必要です。そして、シアターに入った時から気になっていましたが、この後ろで何か工事をしてるんすよね。あのゴミカスファッキン任天堂エリアの山のハリボテの場所です。グリーンのシートで雑に覆って何か作業をしています。おそらく山の補修でしょうね。最近ちょっと汚れてたので。ただ、この山のハリボテは明らかにウォーターワールドの景観を破壊してます。ドライランドなら後ろにあるよって突っ込みたくなりますもん。ビーコンも保安官も禁止なんでしょうか？この山のハリボテって別に任天堂エリア内からもほとんど見えないので何のために設置されてるのか正直さっぱりわからないです。特にハリボテの高さが足りておらず下の部分が丸見えなのも不愉快ですね。個人的には山の補修作業ではなくウォーターワールドの世界に合わせた柄に変えてほしいところですがおそらくそれはないでしょう。13時25分、そろそろ任天堂エリアに向かいましょう。今日は結局整理券配布しなかったですね。自由に入場できるのは実に便利でストレスフリーです。あーしは整理券を確認する際にヒューウィング打って叫ぶ茶番が大嫌いなのでそれをせずに済む点でも嬉しいです。そういえば皆さん SNS で話題になっている投稿はご存知ですか？ピーチ町の中が床で座ったり雑魚寝してる連中だらけで無法地帯化しているという投稿がとんでもない規模で拡散されてるんですね。それについてきっと全員外国人に違いないだの、日本人はこんなことしないだの、たくさんの不満のコメントが寄せられてます。ただこれ USJ 常連のアーシが自信を持って断言しますが日本人も全然やります。だってここ日本だし夏のピーチショーでは毎年これが恒例の風景なんすよね。もちろん外国人もかなり多いです。でもそもそも任天堂エリアって外国人だらけなんですよね。ただそれだけの話で別に特筆して民度に差が出ているわけでもないです。なぜこういった投稿が拡散されるかというと一重にただの知ったかぶりです。USJ 常連客のアーシがど素人どもに代わって断言しますが日本人だけが善良で外国人だけが迷惑という都合よく白黒はっきり分かれた世界は存在しません。外国人も日本人も全員まとめて自己中だし姑息だし卑怯です。
みんなコンビニで買った格安のパンを KP に割れないように隠れてこそこそ食べる次第彫金まみれの地面だろうと平気で雑魚寝して爆睡できる衛生観念しか持ち合わせていないし24回分割払いで買った一眼レフを見せびらかして周囲にマウントを取るのが唯一の楽しみで毎日生きてるような大戸屋大好き自称お出かけマスター。そんな連中が集まるのが USJ というスポットです。アーシくらいですよお利口さんな客は。アーシだけが IQ5 億くらいあります。そこは誤解すんなよ。なので拡散されている投稿は半分嘘であり半分本当って感じでしょうか。百聞は一見にしかず、実際に現場を見てみましょう。今日も皆さんぐったりしてますね。賢者タイムかな？うちのチャンネルではよく夏のピーチショーをアイリン労働センターって呼んでるのをリスナーさんならご存知でしょうが、それくらい毎年恒例の日常風景です。別に今年は怪人のせいでひどいとかは、そんな単純な話でもないです。ちなみに奥でレジャーシート敷いて座ってる家族以外は全員日本人でした。ベビーカー駐車禁止のマークの上にベビーカーを止めてるのも日本人。あくまで今この瞬間はそうというだけの話です。逆に日本人の方が実はマナー悪いとか、そういった話でもないです。では口はこれくらいにしてエリアの様子を見てみましょう。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。ここで誤解してはいけないのは、別に整理券配布の有無は混雑度と特に関係はないという点です。いや、原則として影響はしてるんでしょうが、結果的にその恩恵を感じにくいというか、今日は整理券もないし、エリア内も少し空いてるね、なんて日は存在しません。不思議っすよね。ただ、任天堂エリアって非常に人気ですし、ゲストの大半がここに来るために大阪に来たと言っても過言ではありません。動画のためにいやいや訪れてる偏屈なんてアーシくらいでしょう。なので、エリアの滞在時間は非常に長いし、キャパいっぱいまでゲストがいる場合、さほど興味のないゲストは、今日はいらないや、ってなるわけです。結果的に、任天堂エリアの混雑度は、整理券対応だろうが違うだろうが、おおむね一定に収まるような気はします。なので今日も、大した恩恵を浴びることなく散策しています。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。13時50分、時点のマリオカートの待ち時間は100分、ヨッシーアドベンチャーは65分でした。キノピオカフェの整理券は14時30分の枠だけがあるだけで、あとは16時30分の分まで残っていません。先ほどウォーターワールドから見えていた工事が見えますね。実は2024年にも隣の山のハリボテで同様の工事をしていたんですね。この時も特に見た目が変わったりすることはなく、ただの補修作業のようでした。なのであまり過度な期待はしないでおきましょう。それにしても、任天堂エリアってほんと休憩スペースないんですよね。ここでいう休憩スペースというのは自由に利用できる日陰もしくは屋内施設のことです。ベンチすらほとんどありませんから。そうなると日差しを避けれるスポットはショップかレストランということになりますが、レストランはそもそも整理券がないと入られないのでね。とりあえずショップでも覗きましょうか。数少ない涼しいスポットです。なんか最近新しくピノキコの帽子が発売されたんですよね。お値段は4500円。買った人のレビューによると地獄のように暑いらしいです。いやどう見てもこれ夏に被るもんとちゃうしな。それにしても今日はエリアを自由に出入りできる日なのでいいですね。もしエリア再入場不可の日ならそろそろ他も行きたいけど二度とここに戻れないしな、みたいに迷う人も多いようです。では、ドンキーコングエリアの様子も見てみましょう。ここはいつもすごい人でキャパオーバーって印象です。最近はゲスコンが上手くなってきたのか、朝一以外で列がエリア外にまで伸びるっていう日はあまり見かけなくなりましたね。以前はエリアにいるゲストの大半がQラインに収まりきれず溢れた連中って感じでしたけど。さて待ち時間は140分でした。楽しいコースターではありますが、ここまで並ぶ価値があるかと聞かれたらなかなか悩みどころですね。米国だと40分で乗れるようなアトラクションなんですけどね。米国はアクセスが面倒なものの、パーク内は快適なリゾート型。USJ は都市部にあるためアクセスが便利なものの、パーク内は地獄絵図っていう印象は常にあります。これはディズニーも同じですね。では腹が減ってきたのでシティウォークに飯を食いに行きます。そういえば最近ユニモンにもエクスプレスパスが導入されたんですね。前列の指定区域の中から席が優先で選べるそうです。ただ慣れない対応に困惑するゲストもいるようです。余談ですが最近ここのポスターが変更されました。はい、食べてきました。ただいまの時刻は15時45分。16時からはノーリミットパレードが始まるので、その場所取りで多くのゲストが歩道にいますね。セントラルパークに2014年以来ずっと設置されていたエリア整理券発券機が撤去されていました。これはハリーポッターエリア導入時に設置されたもので、紙の整理券を出すマシンがありました。任天堂エリア導入時にも転用されていましたが、今はスマホで整理券を取る時代ですからね。実はこっちのマシンで整理券を取った方がスマホより自由な時間帯を選べるなどの裏技もあったりしました。いやー懐かしいっすね。いずれ存在を忘れる人も増えてくるでしょう。では続いてはハリーポッターエリアに行きましょう。ここも遠方ゲストに非常に人気ではありますが、行き止まりのエリアであることや開業して10年以上経つこともあって、地元民は意外と寄りつかない印象もあります。あくまで肌感の話です。そういえば先日、少し騒ぎになったのはこちらのホグワーツ特急。
これは実は裏に回ると客車を再現したセットがありまして、そこで写真が撮れるサービスがあるんですね。これが8月31日をもって営業を終了するとのことなんです。もう一度言いますが、なくなるのは客車と写真を撮れるサービスです。なので、機関車のセットがなくなるとは書かれていません。ただ一つ補足させてもらうと、多くの人が注意、機関車は残りますと訂正していますが、これは訂正にはなっていません。なぜなら、USJ 公式は機関車は残すなんて言ってないからです。ここで重要なのが、USJ は営利目的の施設のクローズは告知しますが、他は一切告知しません。つまり、フォトサービスは金銭が絡む施設なので、クローズを発表しましたが、ホグワーツ特急がどうなるのかは、撤去しようがしまいが、絶対に告知してはいけない決まりになっています。わかりやすい例を挙げるなら、スパイダーマンサライドのクローズは発表されましたが、ニューヨークエリアそのものを封鎖することは発表していません。それと同じです。長々と語りましたが、もちろん、ホグワーツ特急がなくなるとはさすがのあーしも思いませんが、機関車は撤去されませんなんて訂正を、部外者が勝手にすべきではないかなという気もします。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。16時35分時点の待ち時間は、フォービドゥンジャーニーが50分、ヒッポグリフが60分待ちでした。さほど混んではいないという数字です。ハリーポッターエリアにしてはって話ね。では、ジュラシックパークエリアに向かいます。アミティのこの狭い空間にはなんとキオスクが2カ所もあり、右のカートではスモークチキン、左のカートではスモークチキンが売っています。はぁ、では、ジュラシックパークエリアに行きましょう。ここは防護ネットだらけでほんと景観が悪いっすね。ところで先日からここもワンピースに乗っ取られまして、このエリアにジュラシックパークをテーマにしたレストランは一切存在しないことになりました。もちろんキオスクも占領されています。その影響でポークリブも販売しなくなりましたね。いやさっきのスモークチキン専用カートの片方でポークリブ売れよ。USJ とワンピースのコラボは11月19日まで。フリーレンも来年の1月11日まであるので、当面ジュラシックパークの世界はエリアから消え去ります。というかフリーレンってそんな長期間やるほどの作品。いえこういうこと言うとテーマパークにおける相場とか知らない人からまたクレーム入るしやめておきましょう。平野さん、今日もぶっちゃいくでちゅねー。では、アトラクションの待ち時間を見ます。16時15分時点の待ち時間はジュラパが40分、ゴミカスファッキンバードが45分でした。ジュラパのびしょ濡れバージョンは9月30日まで開催中です。そんな特筆するほど濡れるわけでもない気しますけどね。ところでインジェン車のジープなのですが、最近アンテナが2本設置されました。なんか触覚みたいで可愛いっすね。でもこれ、原作のロストワールドにはなかったものになります。ならどうして設置したのと思うでしょうが、よく見ると配線などもあり、明らかにフェイクではありません。調べると無線用のアンテナらしいですね。何らかの業務上の理由で設置したということでしょう。どうせ設置するならインジェンのジープが適当だと判断したみたいですが、可愛い見た目になりました。あれ、よく見たらもうホラーナイトの準備してるんすね。リハーサルかな。ではなんか疲れてきたのでもう帰りましょう。基本的に動画撮るの大嫌いなので、飽きたら帰るというのがアーシのやり方です。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。